はいどうも皆さんこんにちは。今回は満州事変についてお話ししていきます。満州事変という言葉は多くの人が一度は聞いたことがあると思います。この満州事変を起点として太平洋戦争終戦までの足掛け15年間、日本は戦争を続けているため、日本が戦争に突入するきっかけとなった事件とも言えるでしょう。今回の動画はそんな満州事変の全体像を知るための動画、次回以降の動画は満州事変について詳しい内容を見ていく動画という構成になっています。ということで早速今回の動画で満州事変の全体像について確認していきましょう。そもそも満州というのは何かというと、中国東北部の地名です。当然ここはもともと中国の土地でしたが、日清戦争日露戦争に勝利した日本は両東半島南部を中国から借りたり、鉄道会社を経営したりしていました。つまり日本は満州において特殊な権利や利益を持っていたのです。そんな時に起きたのが第一次世界大戦です。戦車やマシンガン、毒ガスなど最新の兵器が使われた第一次世界大戦は、これまでの戦争とは全く違う戦い方になっていました。そんな戦争を目の当たりにした日本の軍人の中に永田鉄山という人物がいました。彼は間近で見た第一次世界大戦に衝撃を受け、戦争の仕方が大きく変わった、戦車や飛行機など機械による戦争が始まった、つまり次の戦争では機械を大量生産しなければならないとなると、工業力や技術力、労働力や資源が必要だ。しかし日本は島国だ。資源が不足している。近くの国に頼るしかない。そうなると資源がたくさん産出される満州をより確実に掌握するべきだと考えるようになります。このような考えを持つ永田鉄山を中心に陸軍内部で結成されたのが一石会です。当然一石会の目的は満州を掌握することということで、一石会は満州掌握に向けて活動を開始、会員を関東軍に送り込みます。彼らが大陸で満州掌握のための計画を実行し、それを中央から一石会がバックアップする体制を整えていったのです。こうして立てられた計画は、南満州鉄道の線路を自ら爆破し、中国側が線路を爆破したと発表して、直ちに中国軍の基地への攻撃を開始、混乱に乗じて全満州を領有するというものでした。この計画を一石会は実行、奉天近郊の龍城湖付近で満州鉄道を爆破します。こうして始まったのが満州事変です。一石会会員による自作自演によって始まった満州事変ですが、爆破計画を実行した後、関東軍が出動し、満州の主要都市を占領していきます。一方、当時の日本政府はどうにかして関東軍の行動を抑えようとしていました。事件は関東軍の計画的行動である。事変をこれ以上拡大してはならない。そのような方針を決定したのです。しかしこれに抵抗したのが中央に残っていた一石会で、中央で揉めている間にも関東軍は攻撃を続行、事変は大きく拡大していき、もはや止められなくなっていました。こうなると中国も黙ってはいられません。国際連盟に手紙を出します。日本の行動は条約違反だと訴えたのです。こうして満州問題が国際連盟に持ち込まれたことによって、日本と中国の問題は世界の問題にまで発展すると、国際連盟は満州事変について調査することを決定しました。こうして派遣されることになったのがリットン調査団です。とはいえ調査にも時間がかかります。その間も満州事変は拡大を続け、ついに関東軍は満州の占領を完了しました。すると関東軍は、さすがに満州を領有するのはまずいだろう、中国で中国人による自発的な独立運動があったことにしよう、それを日本が助けたという体裁で新しい国を作ろうと考えて、新しい国を作りました。こうして建国されたのが満州国です。しかしこれに反対したのが当時の総理大臣である犬養毅でした。犬養毅は、満州国建国は条約違反である、満州国を国だと認めることはできないという立場を取っていたのです。こうなると犬養毅は軍部にとって邪魔な存在となり、命を狙われるようになっていきます。こうして起きたのが515事件です。クーデターを計画した海軍の青年将校たちは、犬養毅のいる首相官邸を襲撃。胸にピストルを突きつけられながらも犬養毅は落ち着いて、お前たち何を騒ぐか話せばわかると語りかけ、彼らを説得しようとします。しかしその直後に青年将校たちは問答無用と一蹴して頭部を銃撃、犬養毅は射殺されてしまいました。現役の総理大臣が殺されたとなると、次の総理大臣を決めなければなりません。
これまでは政党内閣が何かしらの理由で総理大臣を失った場合、同じ政党の中から次の総理大臣を選んでいました。つまりこれまで通りであれば、犬養毅の後を継いで立憲政友会の総裁となった鈴木喜三郎が次の総理大臣になるはずです。しかし一石会を率いていた永田鉄山は政党政治を強く嫌っており、もしも政党から次の総理大臣を選んだ場合には陸軍大臣を出さないと主張していました。こうなると政党から総理大臣は出せません。ということで、これ以降は軍部が納得するような人物が総理大臣に就任するようになり、戦前日本の政党内閣制は崩壊し、挙国一致内閣と呼ばれる時代に入っていったのです。そんな時にリットン調査団の調査が終了し、報告書が出来上がりました。約2ヶ月に及んで調査した彼らの結論は、龍城湖事件における日本軍の行動は不当である、満州国は認めないというものでした。ところがこの頃の日本国内の世論は、たとえ日本が焦土となっても満州の権益を守り抜く、満州国を認めないような提案は断じて受け入れられないといった内容で興奮状態、もはや後には引けません。こうして日本は満州国を正式に承認、満州国は事実上日本の保護国となったのです。このような状況で国際連盟の臨時総会が開かれると、当然ですが日本軍は撤退すべきだという話が持ち上がります。その決議案が日本の反対1対その他の国の賛成42という圧倒的多数で可決されたことにより、全権である松岡洋右は直ちに退場。ついに日本は国際連盟脱退を通告しました。こうして日本は国民、メディア、政党、軍部などの思惑が影響し合って、国際協調路線から大きく方向転換して孤立化への道を歩んでいくことになるのです。